こんにちは。チキチキバンバンマリコです。しもです。はい、今日はですね、整備工場に来ています。じゃじゃーん。というのもね、私たちの車はもともと救急車でそれをいろいろ解体とかしてで内装を作ってキャンピングカーにしてるんですけど、内装をね新しく作ったことによって車のバランスが変わっちゃってると思うんですよ。はい、絶対ねもう元あったものを全部出して新しいものを作ってるからね、絶対にバランス、重心とか変わってるよね。でね、そのバランスが変わった後に足回りの整備とかを今までしてきてなくて、ちょっと気になってはいたんですよね。そうそうそう。それでね、今回足回りの強い茅場さんとコラボさせていただくことになって、なんとねチキ番号の足回りも整備していただくことになりました。やったー、嬉しい。ありがとうございます。もう茅場さんは前回の動画でもね見せていただいたんですけど、キャンピングカーの製作にも最近力を入れてるっていうことで、とてもね信頼できると思いますので、チキ番号の足を強くしていただきましょう。はい、やっていきましょう。します。じゃあこれから足回りのリフレッシュ始めていきます。お願いします。お願いします。まず下から外していきます。はい。足回りだからしっかり。そうですね。もうこれがなかったらどうなるんですか？動かないんですか？動きますけど、ふわんふわんします。船のような。なるほど。車ってバネでポワンってなるじゃないですか。それをショックでこれ収める感じ。ないとバネだけでずっとビョン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 。直に。はい、ではこれで外します。はい。おお、こんな感じでした。これ油圧なんですか？そうですね。ショックアブソーバーが取れました。はい。ちょっと押してみる。おお、うちわーって縮んで伸びるときは私が今車のバネになってます。こんな感じで引っ張るとじわじわと伸びて、それでこの車の揺れとかショックを減衰するものみたいです。初めて見た。ね。古い外した方とこれからつける方、こっちをつけていきます。すごいツルツルですね。新品って感じ本当に。ね、乗り心地も良くなると思うんで。楽しみです。結構交換が楽にできるんですね。そうですね。ハイエースは比較的車によって違うんですね。全然違うんですよ。はい、これで取り付け完了です。はい。なんかこのショックアブソーバーは結構車種によって全然なんかサイズ感とかもうね作りとかが違うみたいで、なんかそのスプリングがついてるのとかもあったり、スプリングとショックが一体になってるのもあるって言ってた。で今回のチキ番号は今マリコさんが左手に持ってるのがこれが前なんだよね。でこの右手のちょっと短い方がリアのものになります。じゃあ実際ちょっと交換をお手伝いさせてもらえることになりました。やっちゃいます。お願いします。多分めちゃくちゃ硬くてね無理だと思う。よし、いきます。はい。上も動いてる、上も動いてる。回ってる風だけど。もうショックごと回ってるもん。一緒に回っちゃってる。左手も右にやってない？よし、行くぞ。はい。今緩めてくれ。なんか今こっそり緩めてくれてた。優しい。ずらしながら。おお、取れました。すごいすごいすごい。取れた。おお、取れたね。じゃあ新しいのつけます。はい。すごい。オッケー。はい。すごい、1個つけるのもすごい大変だった。ね。私が手伝うことで5倍ぐらい、10倍ぐらいの時間が面目ない。はい、ということでチキ番号の整備をしていただいている間に、ちょっと時間があるので茅場さんの開発センターに来ました。はるきさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちのね後ろに茅場さんがいつも使われているテストコースが広がってます。
たくさんねいろんな道路がありますね。ありますね。大体20レーン以上いろんなコースがありますね。すごい本当ボコボコした道とかね。はいということでこの前熊谷の方でね、2号機の方に乗せていただいたんですけど、今日はこの後ろにあるキャンピングカー1号機そうですに、ね。はい試乗させていただこうと思っています。はいでこちらのダンパーどんなところがすごいんですか？ 2号機は拡張して、うん横にも縦にも拡張して、車高が変わるはいものになってたと思うんですけども、はいこちらに関しては、はい走行時の安心快適を求めてうーん足回りをチューニングしています。もうじゃあこの車専用に足回り整備されてるそうですね。ことですか？うんすごい。その辺どのぐらいね快適になっているのかっていうのを乗せてもらって確かめていこうと思います。はいよろしくお願いしはい、じゃあよろましくお願いします。す。今日はちょっと一番揺れるモードとはい。揺れないモードおの2種類を体験していただこうかなと思ってます。楽しみお願いします。まず、走る路面なんですけども、はいまずはちょっと荒れた路面ですねはいを走りたいなと思います。ちょっと今から60キロで走るんですけど、なかなか60キロでそのような道は普段の人は行かないかもしれないですけど、やっぱり私たちはそこまで安全を見て設計してるというところがありますので、ちょっと今回本当に揺れますので、はい、わかりました。ちょっと。注意してもらいたいと思いますので、はい。わあ、ドキドキする。ねえそんなに脅されると。この勢いで待っておおわあ、めっちゃ。すごい。待って絶対これ普段だったらやらない無理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 。うわなんでそんな普通なんですか？想像の100倍揺れたよ。思わず掴んだもんこ掴んでたわ。今の荒れた道っていうのは一般的に見るとどういう道なんですか？あれどういうところにはある道なんですか？ヨーロッパの方にの田舎の道で少し荒れた道があって、へーやはり国とか地域によって走り方っていうのは全然違うんですよね。やっぱり日本人があのような揺れるような路面をあの速度で走るっていうのはなかなかこう気が引けるっていうのがあると思うんです初めてでけしたはいど、いろんな世界にアブソーバーを提供する、ダンパーを提供するっていう上では他の国の路面もやっぱり再現してそれでも安全に走れるようにっていうところを設計してますので、で続いてこれで、はい操作をすると一番揺れの少ないモードにへ変わりますのでー、本当に簡単だったよ。ねもう音量調整してるみたいな感じですね。そんな感じですあっというね。うん。いきますので、はいお願いします。どんだけ揺れないんだろう。本当に変わるのかな今のでって感じよー来た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 。ドキドキだおお。あさっきはね、だってこんなになってたけど、すごいなんか普通に揺れるなって感じだけど、うんさっきよりは全然全揺れない然違うね。なんか危機感感じないもんね掴まなきゃってなんないこれぐらい差が出てくるんです。同じ今速度ですよね。さっきそうです。 60キロ。車速は同じです。全然遅く感じた。はいあれだけでこんなに変わるんですね変わりますね。タブレットでできるっていうところがやはり魅力で、室内でこう調整ができるっていうところが、すごいですねじゃあ続いてはいまた一番揺れるモードですね。はい。ヨーロッパの方で、よく採用されてます、この横断歩道のところで少し突起がある路面なんですけども、ボコってなってるやつそうですね。ちゃんと横断歩道が。本当だあおー、ああと結構揺れましたね。これぐらい揺れまし揺れたいやめっちゃ揺れました今20キロですか？ 20キロです。いきます。はいお願いします来た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 ぞ来たぞ。あすごい。全然違う違う。さっき頭バウンドした
っかりと動きを止めて、安定するようになってますので、一定周期で、車が揺れる動きにする路面になってます。一定周期で。順番にこの波の間隔が最初はゆっくりなんですけど、そこからある程度距離走ると少し速く波が入っていくっていうのを3段階に分けて動きます。どこがこう体が動きやすいかというところが感じていただければなと思います。はい。また60キロではい、お願いします。楽しみ、ジェットコースターだよ。ねジェットコースターモード。おお、来た来た来た。なるほど。速くなった速くなった。めっちゃなんか揺れる場所変わりますね。初め頭に来たけど最後足に来た。そうですね。順番に変わっていきますので。なんかマッサージとして意外に悪くないだった。なんか一定だったからさ。そうだね、気持ちよかった。気持ちよかった。今のはどういう道を想定してるんですか？今のは、体で先ほど感じていただいた揺れやすいところの部分をいかにこう人に感じさせないかっていうのを確認するための路面です。なるほど。最初のところがだいたい内臓系に来たり、内臓は嫌だね。で、次に、太ももに来るような、で最後ふくらはぎの方に来るんですけど、なんかそんな感じだったね。上から降りてきた。で内臓系のところの揺れはやはりその車酔いとかにしやすくなってしまうので、そこはできるだけ抑えてあげたいなっていうところは開発目線ではやってます。内臓が一番嫌な感じでしたね。はい、お願いします。します。あ、全然快適だ。確かに。今内臓に来てる気がする。なんかふくらはぎになった。なんかわかんないね。今の路面の最後、ふくらはぎに来るようなマッサージの感じのは、一番その揺れが大きくなるモードの方がちょっと感じにくかったりとかしなかったですね。確かに最初の時正直ふくらはぎは分かんなかったです。確かにね、太ももだけ来たけど、今はふくらはぎにも来たなと思って。そこが減衰力が高ければいいっていうものではないっていうのが分かる感じになるんですけど、人が感じる揺れ方が心地いい揺れ方をさせてあげたいっていうコンセプトもありますので。さっき思ったんですよ、これを見て、いやなんか最大にしとけばいいんじゃないかなってすごい思っちゃったんですよ。なんで真ん中とかにできる必要があるんだろうって思ってたんですけど、そういうことなんですね。そうなんですよ。旅行されてた時に高速道路とかトンネルを出た瞬間に横風に煽られてハンドル取られることってないですかね。油断してますしね。なかなかちょっと横風が再現できないので、少し早めにハンドルを切って戻すっていう動きを今からやろうかなと思いますので、じゃあ行きますね。はい。大風だ。プロだね、もうプロだ、すごい。絶対真似できない。ちょっと横に流される感じがわかりますかね。じゃあそれでは行きますね。はい。すごいすごい。これぐらいですね。じゃあもう一度行きます。はい。はい。いや、すごい。違う。すごいスピード落ちた感じがします。そうですね。揺れ自身をゆっくり動かすっていう形になりますので、とっさの動きでやっぱりその人間ってどうしてもハンドルを切ったりとかブレーキ踏んだりっていうことになるんですけど、どちらに行っても安全なようにこの相場ダンパーのチューニングをして。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、そのダンパーの大切さっていうか、全然違うんだなって思いました。
ダンパー一つで車の性能をどれだけ引き出せるか、安心安全に走れるかっていうところが関わってきますので、しっかりと開発していきたいなと思っている私たちがいます。ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで後藤さん本当にありがとうございました。はい、いえいえ。で今回は、足回りをサスペンションリフレッシュさせてもらったので、これで快適に旅できると思います。あ、嬉しい。楽しみです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。さて、乗り心地はどうでしょう。変わったかな。ね、バネを感じる、バネというか、クッション、なんて言うんだろう。クッション。柔らかくなった気がした、今。こういう道でもさ、結構デコボコしてたじゃん、おし。ということで、茅場さんのご協力のおかげで私たちの足回りがリフレッシュしました。なんかさ、今まで車に乗ってきて、足回りのこととかあんまり考えたことなかったけどさ、すごい重要な部分を担ってるなと思った。いや実際乗ってみて、やっぱめちゃくちゃ良くなったって思ったから、マジでこれは古い車に乗ってる人は検討した方がいいかもしれないね。なんか本当に生まれ変わる気がするよね。何年でもまだまだ乗れそうな感覚になった。はい、足が強くなったので九州旅がより快適になると思います。すごいね。内装だけじゃなくて外まで改修したね。これはめっちゃ嬉しいな。嬉しい。腰痛くなんないよもう。すごい。九州旅楽しみましょう。はい。ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。